今回は、気に入ったアニメーションを、ワンクリックで、ランダムな待機モーションに変換してくれる、超便利なモッドのご紹介です。他にも、応用や、アニメーション再生、ポーズを修正したりなど、モーションに関するいろんなツールや、便利な小技も、紹介していきます。ぜひ、最後まで見ていってください。ご紹介するのはこちらのモッドです。一見、普通の移動や待機モーションのモッドに見えるのですが、このモッドには、アニメーション形式のファイルを、簡単に、女性用の DAR ランダムモーションに、変換する機能がついています。では、早速ダウンロードしていきましょう。ファイルをクリックすると、2種類のメインファイルがあります。上の OAR 用は、現時点では自動変換機能が実装されていないので、今回は、下の方のファイルをダウンロードします。インストール画面では、3種類の設定から選べるようになっています。待機モーションを、プレイヤーキャラのみにしたい場合は一番上で、子供とお年寄り以外の女性 NPC に適用する場合は、真ん中を、子供以外の、お年寄り含むすべての女性 NPC に適用したい場合は、一番下を、好きな項目を選んで、インストールをしましょう。モッドマネージャーに取り込んだら、モッドのフォルダを、エクスプローラーで開きます。フォルダの中には、9つのアニメーションファイルと、いくつかのフォルダや、Java ファイルがあります。デフォルトで用意されているモーションを見てみましょう。必要ないモーションは、ファイルを削除すれば登録されないので、ここで見ていただいて、これはいらないなと思ったものは、その名前の、HKX ファイルを削除いただいて大丈夫です。もし、この中に気に入ったモーションがなかったとしても、このモッドの変換機能は大変便利なので、その機能だけでも、ぜひ使ってみてください。変換は、OAR ではなく、DAR 形式で出力されますが、OAR でも問題なく動作するので、その点ご安心ください。最後のモーションになりましたので、次は、実際にツールを実行してみましょう。最初は、メッシュフォルダの中は何も入っていない状態ですが、こちらの、Generate Idols ファイルをクリックするだけで、このフォルダ内のアニメーションファイルすべてが、メッシュフォルダ以下に、DAR 形式に設定された、ランダムな待機モーションとして作成されます。めちゃめちゃお手軽ですよね。それでは、別のモッドからモーションを追加してみましょう。モッドのフォルダを開いて、メッシュフォルダから先へ進んでいくと、OAR のフォルダがあり、その中にいろんなモーションのフォルダがありました。今回は、クロサームズのモーションを追加してみます。女性専用モーションなのでフィメールフォルダを開くと、腕組みの待機モーションがありました。では、こちらのファイルをコピーして、Generate Idols、ファイルのあるフォルダへ貼り付けましょう。ツールを実行します。これで、メッシュフォルダの内容が一旦消去され、現在のアニメーションファイルの内容に、書き換えが行われました。OAR 形式以外の待機モーションは、ファイル名が、すべて MT アイドル、となっているので、移動の際は、同名上書きしないようご注意ください。これだけで、ランダムモーションの基本的な設定は完了です。DAR 形式のため、モーションの変更には、一旦別の動作を挟む必要はありますが、追加した分だけ、
いろんな動作をしてくれます。ところで、私のようにモーションの対象を、NPC 全体はいらないので、フォロワーとプレイヤーにだけ適用したい、って方もいらっしゃるかもなので、次は、そちらの方法も解説していきましょう。こちらは、ツールのインストール画面です。どれでも問題はないのですが、編集の手間を考えると、一番上のオンリープレイヤーが良いと思います。では、モッドをエクスプローラーで開いて、メッシュフォルダから辿っていきましょう。各モーションのフォルダがあって、その中に、コンディションズといったテキストファイルがあります。このファイルは、モーションを実行する条件などが記載されていて、この場合、上から、女性であること、AND がついているので、なおかつ、プレイヤーであること、最後に、ランダムの頻度が設定されています。では、この条件に、フォロワーであることを追加しましょう。文字列は、説明欄にも記載しておくので、必要な方はコピーしてご利用ください。この文字をコピーして、上から2段目に貼り付けます。あとは、上書き保存で完了です。ただ、条件はモーションごとに設定されているため、こんな感じで、コンディションズテキストごとに変更が必要なので、ちょっと手間はかかってしまいます。これで、他の NPC へ干渉せずに、フォロワーにも適用することができました。そして、リディアさんですが、一部の女性キャラは、性別は女性なのに、モーションは男性用が適用されるため、この設定の対象外になってしまいます。どうしても、仲間に入れてあげたい場合は、フィーメールフォルダとは別に、新しくメールフォルダを作成します。フィーメールフォルダ内のモーションファイルをコピーし、メールフォルダへ貼り付ければ完了です。これで、リディアさんにも適用されました。応用として、メールフォルダに、モーションファイルがある状態で、コンディションズテキストの、一番上を消すと、女性にはフィーメールフォルダ、男性には、メールフォルダのモーションを割り当てることもできます。ただ、手軽さが魅力のこのモッドで、ここまで手を加えるのは、正直、微妙かもしれませんね。ここから、ツールのご紹介です。まず、Java がインストールされていない場合は、こちらのページからダウンロードが可能です。あとは、インストーラーを実行して、そのままインストールすれば、導入完了です。続いて、現在再生されているモーションデータが、どこのファイルか、確認する方法です。OAR がインストールされていると、シフト O で設定画面が表示されます。下のログをクリックすると、右上にログのウィンドウが表示されるので、左のウィンドウは、上の×ボタンで閉じましょう。次に半角キーで、コンソールコマンドを立ち上げます。対象をカーソルで選んだら、オルト半角キーで、コンソールを終了します。この状態でモーションを再生すると、ログに、そのモーションの詳細が表示されます。全文が隠れて見えない場合は、OAR メニューを起動することで、マウスオーバーで、確認することができます。ファイルの場所は、ログのパスの部分に記載されていて、このパスは、メッシュフォルダ以降から記載されています。ファイルの特定方法は、MO2 での方法になりますが、右側の真ん中のタブ、データを選択すると、実際にゲーム中で使われる、
ファイルの一覧を見ることができます。そこから、メッシュフォルダを開いて、パスの通りに辿っていけば、該当のファイルがあるはずです。そのファイルを、右クリックで、エクスプローラーで探し出すを選べば、アニメーションのあるフォルダを、開くことができます。待機モーションに限らず、どこのファイルかわからなくなった時に、活用しちゃいましょう。また、スカイリム SE、バージョン 1.597 限定にはなりますが、アニメーションパスはこちらのモッドでも確認可能です。続いては、DAR エクスプローラーです。好きな場所にダウンロードして、モッド管理ツールに登録すれば、ゲーム中に使用されるアニメーションを、一覧で確認することができます。左側の番号を選択すると、DAR 対応のアニメーションや、条件が表示されるようになっています。OAR 仕様のものは、左上の NIS タブをクリックすると、フォルダ形式になっているので、オープンアニメーションリプレイサーを開けば、対応したアニメーションを確認することができます。導入したアニメーションを、まとめて確認したい時などに、大変便利なツールです。最後は、アニメーションの確認と、簡単なモーション変更ができるツールです。前提として、Nexus モッドにリンクのあった、こちらのツールが必要なので、ダウンロードしましょう。インストールは、画面に従って、そのまま Next をクリックしていけばよいです。本体は、Nexus モッドからダウンロードして、管理しやすい場所に置いておきましょう。フォルダ内の、こちらの実行ファイルをクリックすれば、ツールを起動することができます。ファイルを直接ドラッグして、バーを動かせば、モーションが確認できます。モーションの修正についてですが、例えばこのポーズの場合、私のキャラの体型では、このように、腰に当てた手が浮いてしまいます。修正したいアニメーションファイルを読み込んで、見やすいシーンまで送りましょう。わかりやすいように回転などして、修正したい箇所を選択します。上のロットの、X 軸などそれぞれをクリックした状態でマウスを移動すると、その部分を動かすことができます。やり直したい場合は、エディットか、コントロール Z で戻しましょう。修正を行ったら、ファイルからセーブを選んで、保存します。保存したファイルを、元の場所へ移動して、自分のわかりやすい名前に変更しても良いと思います。元のファイルは、別の場所へ保存するか、不要なら削除しましょう。あとは、ツールを実行すれば修正完了です。もう少し攻めてもよかったかもですが、他の服も考慮すると、これくらいでいいかもしれませんね。こんな感じで、なかなか使い勝手の良いツールです。最後に、ダイナミックランダムフィーメールアイドルズの、ファイルについて、簡単にご説明をいたします。フォルダの一つには、歩行や走りのランダムモーションが用意されています。こちらが駆け足モーションです。それから、歩行モーション。最後に、ダッシュモーションです。こんな感じで、5種類の歩行モーションを中心とした、ランダムアニメーションも用意されています。このままでは、DAR としてのフォルダパスになっていないので、必要な場合は、一つ開いたページのメッシュフォルダをコピーし、
このモッドのメッシュフォルダへ上書きをしましょう。もう一つあるこちらのフォルダには、宿屋での踊りモーションが入っています。こちらも適用する場合は、同じようにメッシュフォルダをコピーして、Java 実行後に、同名フォルダへ上書きしましょう。いかがでしたでしょうか？アニメーションファイルなら、何でも登録できてしまうので、自分だけのモーションセットを、楽しんでみてください。わかりにくい点もあったかもですが、この動画が、皆様のお役に立てれば幸いです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。